おはようございます。メガリカミ太一です。今日は旬のアリコベインゲン豆を使ったガルニチュールを紹介したいと思います。非常に夏らしく美味しく仕上げていますので一緒に作っていきましょう。まずインゲン豆アリコベの選び方です。やはり、こういう野菜ですけども、見た感じみずみずしい張りのあるものを選んでください。あまり大きくなってると筋が残ってますので、なるべく細いやつを選んだ方がいいと思います。掃除の仕方ですけども、このように手で折ってください。ちょっと見にくいかも分かりませんけども、この先っぽちょっと剣みたいなのがあります。筋がありますので、手で取ってやるとその筋も取れます。これをもし包丁などで切ってしまうとその筋がそのまま残ってしまいますので、上も下も手でちぎって、もし見た目をきれいにしたいのであれば一通りちぎってから長さを揃えるために両端を切ってください。今回は全部手でちぎっています。それでは塩茹でしていきます。キュイアラングレーズですね。水の量の 3% の塩を入れてよく沸くまで待ちます。沸いたところにアリコベを入れます。その後さっと1回混ぜます。きっちりと沸くまで強火で一気に火を入れていきます。ここでずっと弱火のまま沸いてない状態だときれいに色が上がりません。暇があればちょくちょく混ぜながら対流するようにしてください。もう少し大きい鍋でずっと沸いているところに入れても構いません。ただ鍋が小さすぎると色が変わりやすいので気をつけてください。基本的にフランス料理の野菜ですけども、クロッカンカリカリといった食感が残ることはありませんので、きっちりと火を入れます。ちょくちょく味見をしながらいい頃合いを見計らって火が入ったら氷水もしくは冷たい水に引き上げます。今回シンプルにアリコベソテーだけでもいいんですけども、一手間をかけてより美味しくしたいと思います。ニンニクをエプルシェして半分に切って芽を取り除きます。続いてセベットの根っこの部分を切り落とします。あと緑色の部分今回は使わないので切ってまた他の料理に使いたいと思います。よく洗ってまず繊維に沿ってエマンセしていきます。よく切れる包丁を使ってエマンセしていきます。今回セベットを使いましたけれども、これがエシャロットでも構いません。続いてニンニクをアッシェにしていきます。よく切れる包丁で細かく縦に切り目を入れて、あと包丁で1回横に切り目を入れます。その後包丁を細かく動かした後に包丁でニンニクを叩いてアッシェにします。続いて黒オリーブの種の抜いているものをコンカッセにしていきます。フランス料理でよく言われるガルニチュールのアリコベソテーは、バターでニンニクとエシャロットを塩してアリコベを入れます。今回は夏っぽくしたかったので、温めた鍋にオリーブオイルを入れて、オリーブのコンカッセとニンニクのアッシェを入れて香りを立たせていきます。あとここにトマトセッシェの細かく切ったやつを入れても美味しいですし、アンチョビなんかを入れても非常に美味しいです。まず焦げないようにニンニクと黒オリーブを軽く色がつくぐらいまで炒めて、その後エマンセにしたセベットを入れます。この時結構オリーブが塩辛いので塩入れすぎないように気をつけてください。色をつけずにさっと炒めたところに水気を切ったアリコベを入れて一緒にあえていきます。この時も手早くしないと色が変わってしまいますので、手早く炒めて最後に塩コショウで味を整えます。今回ここオリーブオイルしか使ってませんけども、バターを入れても非常に美味しいです。それでは出来上がったので温かいお皿に盛り付けていきます。先ほどソテーし終わったアリコベを盛り付けていきます。この時鍋のがちょっと見にくいですけども、油が多く残っていると揚げた状態になってしまいます。ですので油を多く入れすぎず少量で仕上げてください。ここで仕上げにバジルをちぎって上からかけたいと思います。
今回バジルを使いましたけども、他の香草でも構いません。もちろん一緒に炒めて最後香りを立たせても構いませんけども、今回はほんのり火が入りながら香りが立ちやすいので、手でちぎりながら仕上げにかけています。ここに粗くひけるように設定したムーランパーブルで黒胡椒をひいて、仕上げに美味しいいつものフルードセルをかけます。今回はしませんでしたけども、ソテーの最後にレモン汁などを絞って味を締めても美味しいと思います。あと最後に少し苦みのある癖のあるオリーブオイルをかけて完成になります。簡単に手に入る食材で夏っぽく仕上げてみました。ぜひ家でも作ってみてください。長い間ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティー。